どうも皆さんこんにちは、あきらです。この写真見てみてください。いかがでしょうか。皆さんこんなことありません？理想の映像や写真とね、同じように撮影してみているのになんか違うなと、なんかうまく撮れないなと、そんな経験ないですか？この写真の左のようにね、撮りたいのになぜか右のようになってしまうと。今回はね、この動画で全て解決していきたいと思います。そうです。焦点距離です。今回は焦点距離をしっかりと理解して、こういったね、写真の課題を解決していきたいなと思っています。実はこの2つの写真で違うのはね、焦点距離とカメラの位置だけなんですよ。それを変えただけでこんなにもね、変わると。いかにこの焦点距離とね、カメラと被写体の位置っていうのが重要っていうのがこれだけでもわかるんじゃないかなと思います。なのでね、この動画では各焦点距離のね、特徴とか、たくさんの作例も紹介しますし、あとはね、それらを踏まえた上でレンズをどういう風に選べばいいのか、あるいは注意点とかね、総合的にね、まるっと今回ね、徹底的に解説できればなと思いますので、この動画をね、何回でも見返せるようにいいねでね、保存していただければなと思います。ということで、それではね、早速、焦点距離とはというところからやっていきましょうか。まずね、何なのかというところなんですけど、ちょっとレンズを出しましょう。こんな感じでレンズがあると思うんですが、焦点距離というのは、このね、レンズに書いてあるミリ数のことになりますね。これだと16ミリというところで、16、20、24、28、35。なので、16ミリから35ミリまで焦点距離を変えることができるズームレンズとなりますね。で、一応ね、実はスマホにもこんな感じで焦点距離って書かれています。1倍だと 24mm、0.5 倍で 13mm でしょ。で、2倍だったら 48mm、4倍で 100mm と、8倍だったら 200mm までみたいな感じで、焦点距離というのが実はね、スマホでも書かれていたりします。で、この焦点距離というのはね、このミリ数というところになるんですけど、この数値が小さければ小さいほど広角で、大きければ大きいほど望遠になるんですよ。それによって被写体が大きく見れていくと、そういうのね、特徴になっています。で、ちょっと実際にね、具体的にどんな感じで変わっていくのかね、それぞれ見ていきましょう。まずは 16mm から見ていきます。でもめちゃくちゃ広いですよね。これ超広角のね、範囲になりますから、ほとんどのものが映ってる。逆に真ん中のね、センターのものはほぼ見えない。見えてるんだけどちっちゃくて、存在感で言うと少し小さいですよね。で、次 24mm を見てみましょう。こんな感じ。24mm も十分広いんですが、超広角まではいかないかなと。基本的には広いで、そしてスマホでよくある1倍のね、広さの絵がこの 24mm となります。で、次が 35mm。僕的には 35mm でも広角に分類したいなと思うんですが、人によってはここからね、広角ではなくなるというような感覚もあると思いますし、いい感じにね、被写体とかっていうものが見えてくる範囲でもあるのかなと思います。で、続いて 50mm ですね。ここまで来るともう広角ではなく標準域と呼ばれるところになりますので、結構ね、見せたいものがしっかりと見えてくるような、そんなね、画角になってきてるかなと思います。続いて 70mm ですね。ズームレンズでよくある24、70mm の一番望遠側のね、焦点距離になります。ここまで来るとかなりね、狭くなってきますので、たとえね、広いところで撮ったとしても、先ほどはね、小さく写っていた建物がね、しっかりと表現されると、そんなね、画角になってくるのがわかると思います。で、続いては 100mm ですね。やはりね、望遠が強調されて、さらによると 135mm ですね。ここまで来ると、よりね、遠くからでも、あらゆるね、ものを映すことができる望遠側のね、焦点距離になりますので、特定のものをね、拡大させて見せることがね、できたりします。そして最後は 200mm。もう完全に望遠レンズとして表現をね、することができる焦点距離になっていますね。じゃあ次は被写体として、俊介に入ってもらうことにします。さっきはね、風景を撮ってただけなんですけど、人が入ってくると、その焦点距離によってどういう風に写りが変わってくるかですね。今から見せるのは全て同じ F 値で、被写体の大きさも全て同じに、なるようにカメラが前後に動いて撮影したものになっています。ちょっと見ていきましょう。じゃあまずは 16mm から 24mm、35mm、50mm です。70mm です。100mm です。135mm、200mm。このように今見ていただいたね、ものっていうのは、実は単に画面を拡大しているような仕組みではないんですね。レンズが光学的にズームをしていることによって、被写体の大きさ以外のいろんな要素も変わってくるんです。それが主に3つあります。まず1つは、同じ F 値なのに背景のボケ量が変わってるというところ。今回ね、全部 F2.8 で撮ったと言いましたよね。16mm と 200mm 見てみてください。背景のボケ感全然違うくないですか？同じ F2.8 です。ただこれだと極端ですよね。じゃあ仮に 35mm と 70mm で見てみてください。どうでしょう？背景のボケ感、これでも全然違うのが分かってきませんか？そして2つ目、焦点距離が大きくなるほど背景も大きくなります。同じく 35mm と 70mm で見てみても、そもそもの背景の情報量ですね。35mm の方がいろんな背景が映り込んでいて、70mm だと背景が少なくなっている。これがね、圧縮効果と言われるもので、望遠になると背景のね、情報量がすごく減ってくるんですよ。こういう風に焦点距離がね、大きくなっていくと背景が映り込むところが少なくなってくるので、16mm と 200mm なんか見てみたら全然違いますよね。もう圧倒的に変わってくるっていうのも、ここでね、押さえておいてほしいなと思います。そして最後、気づいたかな？顔の形が変わってます。見てみましょう。16mm と 200mm。比べると
これちょっと拡大して見てみると顔の形ちょっと変わってるの分かりますか？結構ね全然違うと思うんですけど、これはレンズの焦点距離に応じて、どうしても歪みというものが発生してしまいます。このようなね 16mm みたいな、レンズっていうのはよりね広く映すために四隅とか、周辺がねちょっと歪んで見えてしまったりする。なのでね広角の 16mm とかであれば結構ね、背景がこう四隅にかけてちょっと伸びやすいというね傾向があったりします。その差をねもうちょっと狭めて 24mm と 70mm で見るとこんな感じになってきますね。これでもやっぱり比べるとねちょっとやっぱ顔の形っていうのは変わってくるかなと思いますので、冒頭の写真のような現象が起きてくるとこういう風にねレンズによって見え方がまるで変わってきます。どう？めちゃくちゃ面白くない？まだ難しいかもしれへんけど面白いんですよ、これ理解していくと。だからねこっからね実際にしっかりと見ていきたいと思います。それぞれのね焦点距離の特徴として、まずねそのボケの量、望遠になるほどボケていく。同じ F 値で撮ってたとしても光学と望遠側ではねボケの量っていうのが変わっていくっていうのがあったと思うんですけど、これね実際にね見てほしい写真があります。これですね。この写真ね実は F5.6 です。はい、どうでしょうか。この F 値っていう、ちなみにねこの F 値って何かっていうと、レンズにねこんな感じで記入されているものになってくるんですけど、この F 値っていうのが小さければ小さいほど背景はよくボケて、明るく撮ることができますと。逆にね F2.8 から F4.5.6 みたいな感じで上がっていくと背景はボケにくくなって明るさも暗くなっていく。その分ね背景がこうピントが合う分が増えていくっていうのがね特徴的にはなったりするんですけど、この F 値っていうのは小さければ小さいほど背景がよくボケる。でこの写真は F5.6 です。結構これはね絞ってるという方になってきます。開放ではなくボケをね少なくさした。F 値自体はそんなに明るくないねところになるんですけど、でもこの写真自体は 70mm の焦点距離で撮ってるのでこんなにボケてるんですよ。これはねやっぱりね望遠側で撮ってるという効果がここで現れています。なのでこういったねズームレンズを使うときにこうもっと背景をぼかしたいけど F 値をね下げれないみたいな、このね F 値が限界だっていう時とかは逆にね自分がちょっと引いてあげてそのままズームをしてあげると、そういう風に焦点距離を大きくすることでボケ感をね演出することもできたりするかなと思います。じゃあ次は距離感です。ちょっとこのね2つの動画見てください。ドンと左が 16mm で右が 200mm で撮ったね、動画になっています。この2つをね見比べた時に距離感を感じませんか？右のね望遠側で撮ったものってなんか遠くに存在してる感じしません？遠くから俊介を見てる感じ。でもこの左の広角の方ってなんやろ、もう目の前になんかいてそうな。これはカメラがやっぱ近いからこそ見てる人と俊介の距離感、物理的にも距離が近いので全然ね違った印象がねあるんじゃないかなと思います。で実はこの 16mm って裏側こんな感じなんですよ。めちゃくちゃ近いんですよ実際に本当に近いんですよ、カメラと被写体が。だからやっぱり物理的にね距離が違うことによって全然見え方がねまるで変わってくると、そんなね面白さがあったりします。でもう一個距離感っていうのがあると僕たちは思っていて、それが心理的に感じる距離感ですね。これは広角になるほど親密に感じて、望遠になるほど他人感が出てくるんじゃないか、そういう風に感じています。これが冒頭のね写真のようにこんな感じですよね。このね冒頭の2枚も親近感を出したいっていうものが目的だったら 24mm の方がねいいのかもしれませんし、ちょっとねこう親近感というよりかはアーシャっぽいというか潜在写真っぽくクールにね決めたいというところがあれば 100mm のねこの右側の方を使った方がなんとなくね、こう心理的なね距離感っていうのも違いをね出すことができるんじゃないかなと、そういう風にね感じたりしています。最後は歪み具合のところ、望遠になるほどね顔の歪みとかもなくなっていくっていうような話はしたと思うんですけど、広角になることで歪みが生じてしまうんですけど、それはね場合によってはねダイナミックにね映すこともできる、メリットでもあるんですよ。例えばこの写真、これねただカメラを持ってるだけのシーンではあるんですけど、広角で近づいてカメラにね寄って撮った左の写真の方がさ、なんかダイナミックでかっこよくないですか？このカメラがねちょっとこう手が動き出しそうな感じの画角にも感じたりするので、躍動感みたいなそういったものを演出するときにはこのね広角の歪みっていうのは逆にね使ってあげた方がいいんじゃないかなと思ったりします。でもっと極端にいくとこの写真見てほしい。これね魚眼レンズっていうものを使っています。どう？ここまで来るともう全てが映るから、ここにねちょっとタイミングよくねちょっと自転車が通ったそのね写真と後ろのねビル群の背景、このさ躍動感結構エグくないですか？ダイナミックな写真が撮れますよね。で一方でちょっと望遠側でねビルをこうパッと撮ってみたりするとこんな感じで撮れたりします。もうこれはね焦点距離的に歪みとかではなくて、その建築の技術みたいなねすごく綺麗なこのラインっていうものをより活かして望遠がね撮ることもできたりするので、表現に合わせて使い分けていくとねいいんじゃないかなと思います。で皆さんにここで問題です。僕のね今撮ってるこの動画の画角の焦点距離何ミリだと思いましょうか？で皆さん問題です。僕がね今この動画を撮ってるこの画角の焦点距離は何ミリだと思いますか？5秒あげます。答えてください。
はい、違います。はい、違いますとか言ったらあかんね。はい、合ってるかもしれません。答えは 35mm です。分かった人。はい。なかなかいないかもしれませんね。これ今 35mm の画角で撮っています。動画なのでね、ちょっと写真と画角変わってくるんですけど、これね 35mm f1.4 G マスターというレンズを使って撮っております。ちなみにちょっと違う焦点距離に付け替えてみましょうか。はい、これが 50mm でございます。どうでしょうか。ちょっとやっぱ距離感を感じたかもしれませんが 50mm ですね。あと背景の情報量も少なくなったんじゃないかなと思います。でこれが 24mm なんですよ。なんかさ、近くない？やっぱりこうなんやろうな、距離感がすごい近くなって、なんかすごい親近感のあるトークが僕もできるんですよ。なんかみんながここにいるような感じがするから、こういう風にねちょっとこう親近感のある映像になるっていうのがこの 24mm のね近いね画角なんじゃないかなと思っております。はい、どうでしょう。結構ね、見え方変わってきたと思いません？余談として僕がね、なぜこの 35mm を選んでるかっていうと、この 35mm っておそらく、こういう YouTube みたいなところで、例えば自宅とかで撮れる最大級の引ける角度ぐらいのレンズだと思うんですよ。50mm とかだったらかなり距離がいるのでしんどいし、モニターも見えなくなっちゃう。でも 35mm だったら、頑張ればちょっと遠ざかって、モニターも見れて、音もね、綺麗に撮れるぐらいの、一人でやるにはいいぐらいにはなってくるので、僕としては親近感を出しすぎないっていうのがちょっと理想ではあるので、できるだけ離れて遠くから撮りたい。で、あともう一個の理由が背景を遮断したいから。正直こういった YouTube スタジオって結構散らかりがちなんですよ。いろんな機材とかそういったものをある程度切ることができるので 35mm って結構都合良かったりするんですね。でもう一個だけ理由がねあるとしたら、これは僕の自己満とエゴでしかないんですけど、僕のねこのチャンネルってどっちかっていうと、よりね親近感の湧くとか、なんか自分のプライベートをさらけ出すっていうようなものではなくて、なんか個人的にはねこう自分が学んできたものを発表するような場と、そういう風にね感じていたりします。だからどっちかというとこう番組とかね、本当にコンテンツ視聴として皆さんにも楽しんでほしいなと思うし、しっかりとスタジオとしたきっちりとしたところで何かね技術や学びや知識やいろんなことをプレゼンテーションしたい、そんなね、思いで今作ってるので、この画角ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと個人的に感じているといった形になります。はい、ということで皆さんだいぶ理解できてきましたでしょうか。こっからはね実際に僕がね過去にたくさん撮影してきた写真とかをもとに、それぞれのね焦点距離の見え方であったりとか、僕がねどういったことをねちょっと考えながら撮っていたのか、そんなことをね解説して一緒にね楽しんでいけたらなと思います。早速ね見ていきたいと思うんですけど、今回広角標準望遠と、分けていきたいんですけど、そもそもこの分け方っていうのは結構様々あって、大前提ちょっとだけ触れておくと、人によってもねなんかここ感覚値だと思うし、厳密にこのミリ数からこのミリ数までが広角みたいなことってこう言い切れない部分はあると思うんですよ。ただ一旦この動画では前提として、大体 35mm ぐらいまでを広角と区切って、そこから 70mm ぐらいが標準としますね。でそれ以上を望遠として区切ってちょっとね、まとめていこうと思いますので、これが絶対というわけではないんですけど、あくまで参考にしていただければなと思います。じゃあまずはね広角作例から見ていきましょう。じゃん、こんな感じ。これはねシンガポールで撮ってきた、これは超広角のねレンズで撮った写真になりますね。やっぱりこの景色とさ、僕のパートナーなんですけどもうこの環境のこの美しさを全部残したくて、一旦広角をね使って撮ったものになっています。で実はねこれね人映り込んでたんですよ。3人ぐらい映り込んでたんですけど、ライトルームのね人物削除非常に優秀なので消してくれました。はい、広角ってやっぱり観光地で撮ると人って絶対入ってしまいます。ここに人が現れない時なんてほぼないんですけど、もうそこはね一旦諦めちゃって、パートナーにねこうちょっと動いてもらったり、いい位置でねしっかりとそこに集中をして編集で消してしまうっていうことで全然いけちゃうので、広角はね人が映り込む、これは絶対起きてしまうので、特に観光地はね。なのでそういったことは諦めてソフトに任せて撮るっていうのも一個いいかもしれません。そして次こちら、これはねちょっと夜に撮ったものなんですけど、カメラがね手ブレ補正機能が優秀なので、シャッタースピードをちょっとね遅めに撮ったんですよ。なのでノイズも非常に少なく、より明るく撮影できた、そんなねシーンになっています。夜でもっと暗いねところなんですけど、めちゃくちゃ明るく見えたりしませんかね。上にねちょっとこう通路みたいなところがあるんですけど、そこからライトアップがあったりとかで、そういったものが全部映っていて、なおかつこう空のね、抜け感であったりとか、こう雲とかまでね全部入ってる。これはね非常に僕もお気に入りのショットだったりしています。で次これはね9分という場所で撮ったものなんですけど、やっぱりこれはさすがに広角でねしっかりと残さないと全体が入らない。結構ねここ撮影難しかったんですよ。なので広角持っていってよかったなって、そういう風に助けられた場面ですね。3550mm だとね入りきらなかったかなと思っています。で次これ日本のみなとみらいで撮ったものなんですけど、めちゃくちゃなんかダイナミックじゃないですか。ジェットコースターのこのバーンっていうねそのレールをねちょっと前に撮ってみたんですけれども、なんかこういう交差するようなものも広角でいろんなアングルで入れてみるのも非常に楽しい写真になりました。
で次これはねちょっとモデルさんと撮ってる時の 24mm で撮った写真になるんですけど、超広角とかじゃなくてもちょっとこのねフェンスを活かしながら撮ってみると結構なんかダイナミックに撮ることができて、あんまり僕ねポートレートって広角で撮ることないんですけど、なんかこういうのもありだなと、そんな風にね思えた写真の1枚です。で次これはねポルトガルに行った時の写真なんですけど、ジェロニーモス修道院というところですね。これもね実は人をね3人ぐらい消した写真になってるんですけれども、これは1億画素のねカメラで撮ったもうほんまにヨーロッパの世界を体感することのできるね場所で撮った1枚になっています。個人的にね左下の芝生と上のね、青とそして修道院のこの色の3色がね、めちゃくちゃ全部が主張強くて全て入れたかったので、こういう風にね撮ってみた超広角の写真になっていますね。で次これはねポルトガルの風景の写真になっています。これはちょっと高台のねところから撮ってみたんですけど、やっぱり広角でね撮ることによって街のね屋根とかも全部入ったりするので、風景にはねやっぱり向いていたりしますよね。はい。で次こちら、これはカタルーニャ音楽堂というところで撮った写真なんですけど、これはね超広角で撮りました。これね 24mm の広角側だとねここまで入りきらなかったんですよ。こういうね屋内とかでこう広くね全てを残したいという時はやっぱ 16mm とか広角おすすめです。で最後カサミラ、これはねガウディの、有名な建築物になるんですけど、これはねあえてなんか人の観光客の多さっていうのも入れたくて、ここまで超広角で撮りました。おそらく 24mm だとね、撮る場所にもよるんですが、建物だけで終わってしまうね画角のフレーミングかなと思うんですけど、この真っ青なね空の天気の良さっていうもの、そしてその下にいる超大量の観光客逆に入れてみたいなと思って抑えたねショットになっております。ということで、ではね、次、標準のね、画角のところを見ていきたいと思います。じゃん、こちら。これはね、ちょっと僕、ランドクルーザー78プラともうお別れしてしまったんですけれども、このね、動画でちょっとお別れの様子見れるんで、よかったらレビューと一緒に見てください。これはね、ランクルでビーチに行った時に撮ったもので、ちょうどいい感じですよね。もう車も入るし、自分も入るし、ある程度風景も入るっていうので、やっぱ標準ってね、すごくいいところだなと思います。で、一方でこの写真のように、標準になってくると、見せたいもののね、部分的なところっていうのもね、しっかりと見せることができるかなと。僕はこのランクについてるね、このエンブレムみたいなロゴがすごくかっこよくて、僕これめっちゃ好きだったんですよ。これ左右についてるんですけど、これをね、ちょっと撮ってみて、で、その夕日が照らしてるのも入ってきて、これもお気に入りの写真ですね。で次これはね香港でハンナちゃんというねモデルさんを撮った、現地の方なんですけど、これはザ・ポートレートっていう感じで、ちょっと港のねところで撮った写真ですね。広角でもよかったんですけど、やっぱり彼女のねどちらかというと雰囲気を撮りたかったところだったりするので、抜けの海と一緒にね撮ってみたそんな写真になっています。で次もポートレート、これは台湾のね、撮影の時にご一緒させていただいたモデルの方です。彼女がね、ギターを最近始めたみたいな感じで、ぜひというところでちょっと演奏してもらったんですけど、すごくいい場所でロケーションで、ここで超広角も違うし、なんか望遠も違うし、ある程度空気感を残しつつっていうのでベストなね画角になったような感じがしています。でこれはねナミちゃんと、一昨年ぐらいの桜の時に撮った写真かなと思うんですけれども、後ろにね若干桜がありつつ、こうメインは被写体の表情というところをね残してっていうところで、やっぱこれはね広角レンズだとなかなか難しいかもしれないし、なんかこう僕的にはねこのアングルの配置感とかであったりとか、すごくね好きな写真になっています。であとこれ好きで、これもシンガポールのね写真で、クラウドフォレストっていうのがね奥にあって、僕のパートナーが前とボケて、これねすごく良くて、スマホだとなかなか難しい表現で、っていうのもやっぱり一眼カメラって被写界深度というのがあるので、奥にピント合わせた時に手前のものが程よくボケてくれるんですよ。なのでこれぐらいのねアングルにした時にこう映しすぎずに背景を見せて、でもそこに存在してくれてるみたいな感じの、簡単だし、これカメラやり始めた人にもねおすすめの撮影の方法かなと思います。で次こちら、これもね、友人の隅の写真になるんですけれども、この辺はね完全にポートレートっぽく、やっぱりこうメインのねモデルさんがすごく行きやすいね、焦点距離かなと思いますので、いろいろとねちょっと載せていきますけど、やっぱりね広角すぎず望遠すぎずっていうのが、背景も程よく残って、ポートレートにはこの辺の画角がすごくいいんじゃないかなと思いますね。であとはね僕のテスラモデル3ですね。この辺もちょい広角気味ではあるんですけれども、やっぱりこのボディのラインとかね、造形美すごくいいなと思いますので、これは納車のね時に撮ったものなんですけど、これもねすごく好きな一枚ですね。であとこの写真、これ福島県の大内宿というところで撮ったんですけど、広角はもちろんできるんですけど、標準側でもね頑張ればこうやってなんか自分が持ってるものを撮ったりすることもできるので、食べ歩きしてる時とかもね残しやすい画角のところでもあるのかなと思います。
ということで、じゃあ最後はね、望遠側見ていきましょうか。これもね、やっぱ全く別の世界になってきます。じゃん。これもね、モデルのすみちゃんを撮ったね、写真になるんですけど、正直、背景もうわからんすよね。ここまで来ると。めちゃくちゃね、被写体が際立って、すごく美しさが伝わると思うんですけど、どこにおるかはちょっとわからんすよね。知ってる方だったら浅草っていうのがね、わかるかなと思うんですけれども、でも逆にそれが良くて、ボケ感の美しさとか、あとこういった浅草みたいな超有名なところってもうものすごい観光客なんですよ。それこそ広角レンズとかで撮れば、ありえへんぐらい人が映っちゃうんですけど、望遠レンズで撮れば、そもそもボケまくるので、あんま気にならなくなってくるっていうね、逆の良さもあったりすると思います。で、あとはこんな感じで超圧縮をさせて、人混みっていうのがね、本来こんなに密集はしてないんだけど、望遠側でね、撮影することによってめちゃくちゃ人がおるように感じてしまう。これもね、圧縮効果のうちの一つなんですよ。本当はこんなギュウギュウじゃないですよ。もうちょっと隙間はあるんだけど、ギュウギュウに見えてしまうと。これもね、望遠レンズのね、ある意味良さだったりはするので、密集地帯をね、撮りたい時とかっていうのは、例えば香港のね、住宅地とか、こういうのがめっちゃ似合ったりします。で、あとね、シグマの 16-300mm でね、撮った写真、こういったところなんですけど、これ APS-C 用のレンズなんで、よりね、焦点距離が稼げるっていうのもあったりはするので、より望遠がね、撮りやすかったりします。このワシかタカかちょっとわからないんですけど、これ撮ったりとか、あとはね、このお猿さんとかね、やっぱ動物を撮るときに望遠画っていうのはね、やっぱり生きてきたりしますね。で、あとポートレートとかもね、やっぱり望遠は得意だったりはします。これは 135mm で撮ったね、ヒョジンさんというモデルの方なんですけれど、これは韓国のチェジュ島で撮った写真ですね。正直ね、抜けが空なんで、ちょっと何が何かわからないんですけど、やっぱりその、綺麗にね、顔の造形が出たりしますし、あとはね、ショット変えてもね、こんな感じで、135っていうところでしっかりとバストショットをパチンとね、決めることもできたりすると。でもそれが逆にね、風景を撮るときにも、いい感じにある程度圧縮してくれるので、チェジュ島のこの海のね、景色っていうのも残すことができます。広すぎたらなんとなく分かりにくいところが、ある程度圧縮することで遠くのね、景色っていうのは意外と綺麗に映すことができる。街と草原と海のこの3つが全部収まってる。意外とこれはね、僕綺麗に撮れた写真だなと感じています。で、あとこれワンちゃん、僕の愛犬のテリちゃんです。めちゃくちゃ可愛くないですかはい、これはね、もう動き回るワンちゃんをね、ちょっと遠くから撮ってみた写真になるんですけれども、もう可愛くてしゃあない。やっぱこの背景もボケるし、もうこのワンちゃんだけの世界みたいな感じで見えたりするし、今のソニーのカメラって応答がすごく速いので、こんな感じで望遠でね、被写界深度浅く撮ってても、しっかりと瞳を捉えて撮ることができるので、その被写体だけの世界観みたいなものを作りたい時に非常に有効的だと思います。で、その他いろんなね、感じで人物写真撮ってたりするんですけれども、どれもね、やっぱりちょっと望遠側でね、撮ってあげると、背景もめちゃくちゃボケるし、やっぱりね、人の顔っていうのが非常にね、綺麗に押されるんじゃないかなと思います。ということで、あとね、おまけでね、ちょっと魚眼レンズ作例を用意してきました。こんな感じで見ていきましょう。これはね、ちょっと僕が友人のウェディングフォトを撮った時なんですけど、良くない？もうこれレンズにね、ついてるんですよ、手が。でもやっぱ広角だからさ、それすらも演出になっちゃうみたいな。望遠とかでやったらもうただの邪魔な前ボケにもならへんねんけど、こういう演出もいいですよね。で、あとはね、今、ここにいてくれてるひろきくんが撮ってきたこのライブの写真かな。はい、これも魚眼レンズで撮ったものになっていると、こんな感じでね、ダイナミックに映すことができたりします。で、次おもろい作例があって、この写真ね、普通にちょっと魚眼として、手とさ、このビールがガーって生えてるような感じで見えてて、それをね、中心に向かって見てる面白い写真なんですけど、これ右端見てみると、はい、うちのメンバーが必死に撮ってる写真が写り込んでいました。はい、こういう風にもう映り込みが半端ないね、やっぱ魚眼レンズになってくると、そういったことが起きてくるので、それが醍醐味でもあったりはするんですけど、魚眼ってなるともういろんな情報入るから、気をつける必要は出てきます。それが良さではありますけどね。はい、ということでいろいろと見ていきましたが、どうでしたか？でもね、皆さんわかります。でも実際にレンズの選び方、やっぱ難しいよっていう方いると思うので、そもそものね、レンズの前提の知識をね、ちょっとだけおさらいしておきましょう。そもそもレンズというのは2つあります。単焦点レンズとズームレンズです。じゃん、こんな感じ。こっちが単焦点レンズで、こっちがズームレンズですね。ズームレンズというのはその名の通り、ズームができるレンズになりますと、焦点距離を変えていくことができるレンズ。一方で単焦点レンズっていうのは、ズームができません。これは 35mm 固定になります。単焦点はね、ズームができないので、それはね、注意ではあるんですけれども、でもズームレンズの方が大きくなってしまいがちだったりするし、重さも出たりとか、あとは F 値がね、暗いので、ちょっとボケにくかったりとかね、両方とも良し悪しがあるんですけれども、こういったね、レンズの2つのね、違いがあったりします。
。でここをね踏まえた上で普段使いに使うのであれば基本的には 35mm とか 50mm ぐらいが含まれているレンズっていうのがおすすめかなと思います。どちらもねこう人間の視野にね近いと言われていたりします。例えばこの 35mm っていうのは、メリットとしては背景のね情報を入れやすいっていうのもあるし 50mm で撮るよりもその場にねいるような感じとして撮ることもできたりします。逆にデメリットといえばこうよく見るとやっぱちょっと歪みやすかったりとかある程度被写体によらないとね、撮りやすいものも撮りにくかったりするといったところがあります。例えばちょっとテーブルフォトとかでね例えてみるとこんな感じの写真のように、何かねテーブルの上のものをね撮りたいとき 35mm だったらこんな感じで撮ることができます。で裏側はこんな感じなんですよ。被写体と、撮影の距離感っていうのはこんな感じ、もちろんねレンズによるんですけどだいたいこれぐらいの距離感で撮ることができます。でも 50mm になってくるとこんな感じですね。ちょっとやっぱりこうカメラ撮る人がちょっと引くような感じになるかなと思います。厳密にはねレンズの最短撮影距離っていうのもあるので一概には言えないんですけど35よりやっぱ 50mm ぐらいの方がちょっと遠くから撮ることになるのでそれこそお子さんとかと近くで撮りたいのかあるいはちょっと離れて撮りたいのか、こういったところも意識していくとよりねレンズ選びが見えてくると思います。その中で 35mm、50mm っていうのは基本的には撮りやすいと思うし背景も程よくボケてくれるしあればねだいぶ助かる画角かなと思うので 35mm か 50mm の単焦点もしくは 35mm、50mm が入ってるぐらいのズームレンズ 24mm、70mm、24mm、50mm とかそういったものを選んであげるとねまずは問題なく使えるんじゃないかなと思います。でちなみに 24mm これねちょっとだけ僕の中では注意が必要っていうかというのも 24mm ってスマホとやっぱ同じ画角なんですよね。 24mm スタートのズームレンズとかもよくあるしあと 24mm 単焦点っていうのもあるんですけど僕はねもうちょいやっぱり 35mm ぐらいからをメインで使う想定がいいんじゃないかなと思います。やっぱりスマホと似てるんですよね絵が、だからこう背景のねボケやすさ的にもボケ量がね一番いいってわけじゃないんですけどやっぱりカメラを買ったからにはスマホでは撮れないものを撮りたいじゃないですかっていう中で 24mm って特別背景が超ボケるわけでもないからやっぱり違いっていうものを生み出しにくいと思います。でなんなら 24mm の単焦点レンズやっと買ったぐらいなんですよ僕たち僕最近ね 24mm の F1.4G マスターレンズっていうのをようやく買いました。もうカメラ始めて7年目とかでやっと 24mm のレンズを買ったぐらい後回しにしてきたんですよ。っていうぐらい出番があんまり僕の中ではねないのでそんなにこう広めのね広角レンズの多焦点っていうのは先に選ぶ必要はあんまりないのかなと思います。ただ一方でやっぱりこれがね必要という人ももちろんいててそれはねやっぱり風景を撮る人とか風景を撮りたいんだけど明るく撮影をして星空を撮りたい人とかやっぱりこういったねレンズっていうのは生きてきたりはするので一概にね言うことはできないんですけどちょっとだけここはねぜひ知っておいてほしいなと思ってご紹介をさせていただきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。もう世界変わりません？なんかいろいろ理解ができてこんな変わるのレンズでだいぶ変わるねっていうのが分かってきたんじゃないかなと思います。これが皆さんレンズ沼の入り口です。はい、一つの焦点距離で済むと思ってはいけません。レンズというのはいろんなものを経験してよりね楽しさがあったりとかいろんなねこう工夫とかね表現っていうのができるようになってきます。でも一番大事なのは今持ってるものでどういうふうにうまく撮れるのかどういうふうに被写体と向き合うかっていうのも大事だったりするので今持ってるレンズでどういうふうに撮ってあげればねその距離感がつかめるのか近づけばいいのか遠ざかればいいのかいろんなやり方があると思いますので今回ね紹介させていただいたことをもとにいろいろとねトライしていただければ嬉しいなと思っております。ぜひね皆さんも自分なりの世界をね探していろんなね写真を撮ってそしていろんなレンズをね買うためになってもらえたらなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたこの動画がね役に立ったよって方はぜひね何回でも見返せるようにいいねで保存しておいてください。そして家族とか友人にもシェアしてあげるとすごくね喜んでもらえるかもしれません。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。